こんにちは。今日のテーマは何かと話題になる人工甘味料です。いろんな情報が飛び交っていて、結局どうなのって思ってる方も多いんじゃないでしょうか。今日はそのモヤモヤをすっきりさせていきましょう。人工甘味料って体に悪いの？これ誰もが一度は考えたことありますよね。WHO が警告したなんて話も聞くし、一体何を信じたらいいのか本当にわからなくなりますよね。そうなんです。テレビやネットを見ると、こんな感じの見出しが目に飛び込んできますからね。これじゃ混乱するのも無理はありません。でも大丈夫。今日のこの解説で一つ一つきっちり整理していきますからね。はい、これが今日の流れです。安全ってそもそも何っていう基本から始まって、最後はじゃあ私たちはどうすればいいのっていう具体的なアクションまで順番に見ていきましょう。それでは早速最初のテーマです。そもそも科学の世界ではこの安全っていうのをどうやって決めているのか、そのルールブックから見ていきましょう。食品の安全性を語る上でもう絶対に欠かせないのがこの ADI っていう言葉です。これはですね、僕たちの健康を守るための安全な制限速度みたいなものだと思ってください。じゃあ、その ADI ってどうやって決まるのかというと、こんな風にものすごく厳格な3つのステップを踏んでるんですね。まずは動物実験から始めて、人間と動物の違いとか、人それぞれの個人差なんかもちゃんと考えて、すごく慎重に決められているんです。しかもですね、ここで絶対に忘れないでほしいのが、ADI っていうのは、これを超えたら即アウトみたいな崖っぷちのラインじゃないってこと。なんと、初めっから100倍ものとてつもなく大きな安全マージンが組み込まれてるんですよ。最近アスパルテームのニュースで混乱した方多いと思います。その鍵がまさにこれなんです。ハザードとリスク。これ似てるようで全然違う言葉なんですね。IARC っていう機関はあくまで可能性としてがんを引き起こすかもしれない物質をリストアップ。一方、JFCFA っていう専門家会議は僕たちが普段口にする量で実際にどれくらい危ないのっていう確率を評価する。この違いがめちゃくちゃ重要なんです。さあ、次のセクションです。ここからは合成甘味料の主要なプレイヤーたち、それぞれの個性を見ていきましょうか。まずは一番有名なあれからですね。はい、アスパルテームです。よく悪者にされがちですけど、その正体を解き明かしてみましょう。実は体の中で分解されてできるものってごく普通の食品にも含まれている成分なんですね。例えばよく言われるメタノールもダイエットソーダ1本分よりトマトジュース1杯の方が多いくらい。だから摂取量を考えればまず心配するレベルじゃないってことなんです。それから、このサッカリンの物語も面白いですよ。昔、ラットの実験で、がんになるかもって大騒ぎになったんですけど、その後の研究で、それはラット特有の現象で、人間には当てはまらないってことが分かったんです。科学っていうのは、こうやって間違いを正しながら進んでいくんですね。さて、ここからはぐっと現代に話を戻して、一番新しい研究では何が分かってきているのか、その最前線を見ていきたいと思います。最近注目されているのがこの話です。スクラロース自体は体にほとんど吸収されないんですけど、どうやら私たちの腸の中にいる細菌たち、いわゆる腸内フローラの多様性に影響を与えるかもしれないという可能性が指摘され始めてるんです。この多様性っていうのが実は免疫とか体全体の健康にすごく大事で、科学者たちが今一番注目している新しいポイントなんですね。そういう中で、じゃあ天然由来のものはどうなのっていうと、例えばステビアなんかは今のところの研究だと腸内環境には比較的優しいんじゃないかって見られています。合成甘味料とはちょっと違うキャラクターかもしれないですね。そして2023年に発表されて科学界に衝撃が走ったのがこのエリスリトールに関する研究です。ただここで落ち着いて考えなきゃいけないのは、これはあくまで関連性が見つかったっていう段階だということ。しかももともと心臓病のリスクが高い人たちで見られた話で、健康な人が摂ったらどうなるのかっていう原因と結果まではまだ証明されてないんです。今後の研究が待たれるところですね。さあ、ここまでいろんな話をしてきましたが、結局一番大事なのは、じゃあ自分は大丈夫なのってことですよね。
ここからはもっと実践的な話に移っていきましょう。この表すごく面白いと思いませんか？さっき出てきた ADI っていう科学的な数字を僕たちの身近な商品に置き換えてみるとこうなるんです。ダイエットソーダを1日に12本とか、プロテインを15杯とか。これを見ると ADI っていう基準がいかに余裕を持って設定されているかが一目でわかりますよね。じゃあ仮にこういう製品を日常的に使っている人の1日をシミュレーションしてみましょうか。朝プロテイン飲んで、お昼にダイエットソーダ、夜にゼロカロリーのカクテル。こんな生活でも見てください。ADI の 10% にも遠く及ばない。普通の食生活の範囲なら安全基準に近づくことすらまずないってことですね。さあ、いよいよ最後のセクションです。これまでの情報を全部踏まえて、じゃあ僕たちはこれからどうすればいいのっていう一番大事なところをまとめていきます。結論をまとめるとこんな感じです。まず、毒性っていう観点では ADI を守っている限りは安全と言っていい。でも腸内環境への影響とか、あるいは甘いもの好きの習慣が抜きにくくなるんじゃないかっていう新しい視点も出てきている。単純に安全か危険かの二択じゃないっていうのが今の科学の答えなんですね。というわけで皆さんが明日からできる具体的なアクションプランがこちらです。怖かったり逆に油断したりするんじゃなくて賢く付き合っていくためのヒントですね。特にいつも同じものばかりじゃなくてたまに種類を変えてみるっていうのはリスクを分散させるいい考え方かもしれません。最後にこれだけは覚えておいてほしいんです。人工甘味料っていうのはあくまで砂糖を減らすための便利な道具の一つ。これを取ってるから何を食べても大丈夫っていう免罪符じゃない。健康的な食生活の代わりにはならないんですね。結局のところ、甘味料をどう使うかはあなた次第です。これを便利なツールとして上手に活用するのか、それともこれを機に甘いもの自体との付き合い方を見直してみるのか。この問いをきっかけに、ぜひ一度ご自身の健康について考えてみていただけたら嬉しいです。